きのこきのこきのこのこ、エリンギ巻いた気分なしめじ。翔子殿、お疲れ様です。おお、翔子殿じゃないですか。お一人ですか？たまみちゃんとあやめちゃん、お疲れ様。一人だよ。このしめじくんを数に入れていいなら二人だけど。しめじくんとは？知りたいか。しめじくんはね、しいたけくんの影に隠れがちなんだけど、味では真の実力者って言われてるんだ。本当はね。しいたけくん？真の実力者？最近はまいたけちゃんとかエリンギくんとかもいて、キノコファミリーは活気づいてるんだ。ちなみにキノコは最近じゃなくて新近だよ。豆知識。なるほど。わかりましたか、あやめ殿。わからないけど、なんだかすごいです、たまみ殿。そう、翔子殿、今度ソロのステージをやるのですよね。たまみたちもバックダンサーとしてお供しますぞ。よろしくお願いします、翔子殿。おう、よろしく。でも私の歌メタルだからダンサーはいらないぞ。ではたのみたちは何をしていれば？パフォーマンスとかでしょうかね。メタルの魂を伝える役目かな。メタルの魂。そのですね、翔子殿、たまみたちにも分かるようにメタルというのがどういう音楽か教えていただけるとありがたいのですが。口で説明するのはちょっと難しい。でも同じステージに上がるからには練習をせねばなりませぬ。もちろん楽曲はちゃんと聞き込みますが、心構えなどは。練習。いや、練習するとダメだ。なぜです？練習してはいけない理由があるのですか？練習したら勢いがなくなってしまう。メタルは魂の叫びなんだ。歌の練習はいいけど、メタルは練習するものじゃないんだ。ではぶっつけ本番で良いとでも？いいよ。おはよう。おはようございます、翔子殿。さあ、今日こそ本番。練習は控えておりましたが、リハーサルは良いですよね。早速始めましょうぞ。さあ。みんな揃ってからでいいかな。小梅ちゃんと幸子ちゃん、そろそろ来ると思うから。おはよう。お、この声は。小梅ちゃん、待ってたよ。今日はよろしく。翔子ちゃん、お待たせ。二人もよろしく。小梅殿。
私こそが伊賀流忍術を使わせたらアイドル1、浜口あやめです。ニンニン。剣の道に生き、剣の道に散る美少女剣士アイドルといえばこの私、脇山珠美ですぞ。よろしくお願いします。なんだかロールプレイングゲームみたいだね。忍者、侍。私は前やったのはネクロマンサー、ゾンビを操るんだ。おお、強そうです。では来たる幸子殿はどんなジョブなんでしょう。箱だね。ミミックってジョブなのかな。箱。皆さんお待たせしましたね。かわいいかわいい僕の到着ですよ。待っていたでしょ。喜んでいいんですよ。おはようございます。私浜口あやめです。今日はよろしくお願いいたしますね。ところで幸子殿は箱とお伺いしましたが、本当に幸子殿は箱なのですか？私は珠美と申します。同じくよろしくお願いします。お二人ともどうも。で、何ですか？箱入りって意味ですか？まあ僕はお嬢様ですから、箱入り娘っていうことで大事に大事に育てられましたし。って何の話をしているんですか？よくわかりませんよ。まあいいですけど、それより翔子さん、リハの開始はいつですか？幸子ちゃんが来るの待ってたんだよ。ああ、そうなんですか。まあ主役は遅れてやってくるものですからね。あれ、今日は私のライブだったような。まあいいか。じゃあみんな揃ったし行こっか。どこに行くんですか？リハを始めるんじゃないんですか？その前に寄るところがあるよ。ここはメイク室ですよね。リハの前にまずメイクですか？まだ時間は余裕ありますし、メイクは後でも良いのでは？私は音楽から入ったんだけど、みんなは形から入るのがいいかと思って。形からとは？そういうこと。小梅さん、何か思い当たる節があるんですか？教えてくださいよ。すぐにわかるから。じゃあやろっか。よし、準備は完璧だ。じゃあカモン。あやめ殿、この珠美はロックですか？珠美殿、ロックというよりメタルですぞ。二人ともよく似合ってるぜ。そうか、似合ってるんだ。かっこいいんだ。かっこいい珠美。これがメタル。なんだか気分が乗ってきた。じゃあこ
小梅ちゃんと幸子ちゃんも呼んでみようか。カモン。トラトラトラお化けかな。小梅ちゃん似合ってるね。さすが。意外と楽しいね。そうだろう。幸子ちゃんはまだかな。幸子ちゃん、幸子ちゃん。呼ばれて飛び出て僕ですけど、何なんですかこれは。顔に変なメイクをするのがメタルなんですか？結構似合ってるね。そうですか？やっぱり素材がいいからどんなメイクも似合ってしまうのが僕の罪なんでしょうか？なかなか面白いですな。これはこれで慣れれば仮装みたいなものですね。ハロウィンみたいで楽しいね。でもこれで終わりじゃないんだ。メタルっていうのはね、攻撃的なんだ。攻撃的ってどういうことだよ。手裏剣投げますか？市内は攻撃的に入りますか？そんなバナナはおやつに入りますかみたいな聞き方しないでください。で、攻撃的っていうと歌詞が過激だったりするんでしたっけ？その通りだよ。音楽も激しいし歌詞も激しいのが多いんだ。よく知ってるね。僕は勉強家ですからね。悪魔崇拝とかオカルト風のバンドもあるって聞いたよ。そんなの聞いてないですよ。まあそういうバンドやジャンルもあるけど、私のはちょっと違うぞ。攻撃って言っても誰かを傷つけるのとは違うんだ。というと？メタルに魂を捧げると強くなれるんだ。強く？私は普段ジメジメしているし、日陰が似合うし、末っ子が好きだし、弱いやつだけど、メタルはそんな私を強くしてくれる。おう、興味深い。それはどのように強くなるのですか？例えば想像してみるんだ。道を急いでいるとき、前にカップルがいるとする。でも私は弱気だから言い出せない。唐突ですね。美男美女同士がイチャ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 していたとする。でもやっぱり私は弱気だから言い出せない。道徳的な範囲でお願いしたいですね。イチャ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 しやがって。こっちは急いでいるのに、ここでイヤホンをつけてメタルを再生。イチャイチャっていうかイライラだね。こっちは急いでるのに、お前らは二人でこの先も歩もうねってか。いいご身分だぜ。ふざけんな。
最高潮。あ、切れた。邪魔くさいんだよカップル。ここは先に通らせてもらう。あばよ、お前らは仲良くちんたら歩いてやがれ。おお、言えた。というわけで、こんな感じでメタルはパワーをくれるんだ。つまり怒りだ。怒りをパワーに変えてくれる。さあ、わかっただろう。みんなも怒りをパワーに変えろ。魂をメタルの神に捧げるんだ。これが星翔子のメタルだ。メタルに捧げればもっと強くなれる。チビとバカにされたタマミでも強く。タマミ殿、やっぱり身長を気にして。チビって言うんじゃねえ。心はでっかいぞ。甲賀忍者も本気出してこいや。伊賀と甲賀をわざと間違えましたね。伊賀の忍者は世界一なんですよ。いいぞいいぞ、本音をぶちまけろ。メタルは裏切らない。さあ、小梅、幸子、次はどっちだ。やっはー、私も大きい声出せるんだから。小梅さんまでこんなメイク一つでおかしくなんてなれませんよ。おい幸子、まったくお嬢さんぶりやがって。本当にないのか。本性をさらけ出せよ。それでもできないってのならこれをあげよう。これは本音を言えるようになるキノコさ。本当は誰にもあげないんだけどな。友達だけの特別だぜ。本音を言えるようになるキノコ。それ絶対体に良くないですよね。私を信じろ。それに友達なら食べられるだろう。友達。わかりましたよ。食べます。食べればいいんでしょ。なんだか歯ごたえがありますね、これ。どうだ、だんだん気分が乗ってきただろう。自分の中の枷が外れるだろう。本音をぶちまけたくなるだろう。いいんだぜ、言っていいんだぜ。でもけど言えない、僕の本当の心なんて。友達なら僕はね、ただ褒めて欲しかっただけで、ただ愛して欲しかっただけなんですよ。それだけなのに、ただそれだけなのに。いいぞいいぞ、気持ちが高まってきたな。本音をぶちまけろ。僕をもっともっと可愛がってください。もっと愛して、パパもママも友達もファンもプロデューサーさんもいいぞいいぞ、
強い思いが爆発してるぞ。全員メタラーの素質ありだぜ。このノリで本番行ってみよう。いいライブだったね。みんなお疲れ。ファンもびっくりしてたよ。楽しかったね。ストレス発散ってこんな感じなのかな。いやー、世界は広いですね。メタルアイドル、こんなアイドルの形もあるなんて。メタルの曲を歌うとものすごいパワーを使うんですね。すっかり体力を使い果たしてしまいました。普段エネルギー蓄えてるからね。でも怒りだってパワーなんだ。世の中や自分に不満があって、それを燃え上がらせてライブでぶつけてファンが燃える。それって実はエコだろ。でもあれは僕の本音なんかじゃないんです。あんなのが本音だったら僕はもうお嫁に行けない。あれはキノコのせい、謎のキノコのせいで言わされて。しょうこちゃん、幸子ちゃんが食べたあのキノコって本当に体に悪いものじゃないの？うん、だってあれエリンギくんだから。エリンギですか？あのキノコに人が変わってしまう謎の成分が含まれているとか？エリンギには食物繊維とかが含まれてると思うけど。じゃあ幸子殿はただのエリンギを食べて？あれ、本音だったんだね。え